当に私たちの試合は本当に朝早い時間帯にあったんですけど、それでも本当にたくさんの方々に応援いただいて、現地にも足を運んでいただいて、本当にたくさんの応援ありがとうございました。本当にショートプログラムで大きなミスがあったんですけど、今までの7年間の自分たちを信じて諦めずに滑り切ることができたので、本当に個人戦金メダル、団体戦銀メダルを獲得することができました。本当にありがとうございました。本日はすみません。すみません。Thank you very much. So our competition was held in the very early hour. お願いします。本日はたくさんの方々にお集まりいただき誠にありがとうございます。オリンピック期間中、早朝だったと思いますけれども、たくさんの応援をいただき本当にありがとうございました。自分たちは本当に心が、僕なんですけど、心が折れそうになった瞬間にたくさんの方々からの応援をいただき、なんとか立ち直ることができました。そして金メダルを獲得することができました。本当にたくさんのご支援をいただきありがとうございました。本日どうぞよろしくお願いいたします。Thanks for coming today. Congratulations. After the miss in the short program, how were you able to recover and skate such a flawless free skate? I mean, just sort of take us through that. Did you have a discussion the night before, and how did you work that out? Thank you. 本日ありがとうございます。そして改めておめでとうございます。ショートプログラムでのミスの後に、立ち直り、そしても完璧なスケートに成功したんですけれども、それどういうふうに2人で実現することができたのか、例えば前の晩に2人で相談したりですとか議論したりなど、そこまでの話を教えてください。いろいろ立ち直るポイントはあったんですけど、一つはその試合後終わってからバスに乗って宿舎に帰るまでの道のりで、正直その中でもすごく落ち込んでいたんですけれども、その中で2人でちょっと振り返っていくうちに、僕自身なんですけど、ここで落ち込んでいる場合じゃないなっていうふうに思ったので、明日は絶対160点近くを出して2人で勝とうっていうことを急に僕が言い出して言い出してって変なんですけど、とにかくそこで一度空元気じゃないですけど、自分たちをもう一回勇気づけるために、明日絶対160近くを出してもう一回勝ちに行こうっていうことをすぐバスの中でみんなで宣言して、バスの中にトレーナーの方だったり連盟さんがいたので、あともう一日よろしくお願いしますっていうことをまずお話しさせていただいたんですけども、またその後ちょっと悲しくなってしまいまして、また泣いてたんですけど、また朝起きて泣いてしまって、朝食を食べながらそのほうれん草を食べた時になぜか理由もわからないんですけど、ほうれん草を食べながらまた泣いてリンクに公式練習のウォームアップに行って、また理由も分からず泣いてしまって、途中で正直自分が何で泣いてるのか分からない状態に陥ってしまって、こういった状態が続くっていうのは僕の現役生活の中では一切なかったので、本当に自分自身でも何が起きているか分からない状態で、ただ悲しかったり何なんだろうっていうような涙が続いていて、不安から来てたかもしれないんですけど、その中でもやはりそのパートナーの三浦選手、りくちゃんが、ここではりくちゃんとちょっと呼ばせていただきたいんですけども、りくちゃんがやっぱり自分たちがやってきたことは絶対あるから、絶対大丈夫、まだ試合終わってないっていうふうに強く何度も僕に話しかけてくれて、やっぱりそれが一つ大きな立ち直れたことだったと思うんですけども、また私たち試合の始まる前にそのハローキューをよく貼ってるんですけど、体を温めるために、その僕が使うジップロックにりくちゃんが内緒でメッセージを書いておいてくれて、僕のスーツケースを開けてそのハローキューを貼ろうと思って出した時に、そのジップロックにも私たちなら絶対できる、やってきたことがあるからっていうふうにメッセージを書いてくれていて、またそれを見て泣いてたんですけれども、でもそれを涙を最後にもう顔を洗って、この弱い自分は全部流して、今自分は立ち直ったんだ、ここからもう一度勝ちに行くんだっていう気持ちを持って本当に試合直前のウォームアップには臨みました。もうなかったらいい。2人の活躍を見て日本中の子どもたち、将来フィギュアのペアの競技やりたいっていう子がたくさんいるんじゃないかと思います。そういう人たちへのアドバイスも含めてなんですけれども、ペアを組むということ、これがどういうタイミングがベストなのか、
早ければ早いほどいいのか、ある程度物心がついて相手の気持ちが分かるようになってからの方がいいのか、そのタイミングについてお考えあったら教えてください。そうですね、スケートを始めた3歳、4歳からもちろんペアをやるっていうのは正直不可能な話ですので、ただ7、8歳、海外ではそのノービスの下のクラスもあるので、インターミディエートだっけ、ある程度のその年齢になればペアを組むことっていうのは可能ですし、やはり小さい頃からペアっていうものに始めていた方が多くなった時、その苦労は減るかなっていうふうに思います。あとなんだけどいいことなんだけど、ちょっと待ってね、忘れちゃった。じゃあそこまでまず追加します。そうですね、私自身小学校低学年からそのペアにすごく興味があって、その時本当にちょうどいいタイミングでペアのトライアウトが当時中京大学の方であって参加させていただいてたんですけど、本当にトライアウトっていうのはすごくペアに世界に入るきっかけにもなりましたし、本当に今後1年に1回なんですけど、今は将来的には私たちもコーチングとしてトライアウトのサポートができたらなっていうふうに思ってます。三浦さんと木原さんにそれぞれ短く伺いたいんですけれども、いろいろな報道の中でその三浦さんと木原さんのですね立場がそのショートの後ですね逆転していって、そして先ほども木原さんがですねジップロックにやってきたことあるから大丈夫って書いてくれたと、その三浦さんのその気持ちのレジリアンスというか、そういう部分はどういうところから、前回オリンピックとは立場が逆転したってことが報道でやられてますけど、どういうところから、そして木原さん先ほどおっしゃってた中で一個だけその演技してる時にどういう気持ちのフリーの時ですね、最初のジャンプ、最初のその大きなリフトの時は緊張したと思うんですけれども、そこをどういう気持ちのこう揺れ動きがあって最後までたどり着いたか、そこをお聞かせください。そうですね、本当に今回は私がお姉さんだったんですけど本当にそれまでのこの7年間の試合っていうのは本当に木原選手がリードしてサポートしてくださって、本当に前回大会の初めてのオリンピックの時もここの場に一緒に連れてきてくれてありがとうっていう風な、そういった言葉を本当に毎試合かけてくださった結果、本当に私が今回そのサポートする側に回れたのかなっていう風に思ってます。正直そのフリーの方は今シーズンいい練習を積めていたので少し自信は持っていたんですけども、前日にそのリフトの失敗があったので、そのリフトの入る前、リフトをしている最中っていうのは非常にその怖さもありましたし、リフトを上げた瞬間に2人ともいつも以上に力が入っていたので、少し逆にその力が入っていることも怖かったので、リフトを下ろした瞬間にその三浦選手に少しリラックスっていうふうには伝えました。ただその技を重ねていくうちにどんどんノーミスが近づいてきていたので、自分たちの気持ちっていうのもどんどん高まってきたなっていう気持ちは持っていました。ただその最初からノーミスを狙っていたっていうわけではなかったですね。一つ一つの技に集中していたっていう方が正しかったかなというふうに思います。2人にも聞きたいと思いますが、パートナーの最大の強みは何ですか。もう一点は、弱点あればないと思うんですけど、あれば教えていただきたいと思います。My name is Nishimura of Radio France. I'd like to ask both of you, what do you see as the greatest strength of your partner? And I'm sure that you don't have any, but if there is a weakness, what that would be? 2人はやはりその信頼関係がすごく強いのかなっていうふうに思いますし、やっぱり自分たちで言うのもなんですけど、他のチームの方よりも圧倒的に仲がいいのかなっていうのは見てて思います。弱点ですけど忘れ物が多い。昨日は空港の荷物受け取りの後に自分のバックパックを忘れて入国審査を通過しちゃったんでね。いろいろちょっと忙しかったんで焦ってたのは分かったんですけど、バックパックをそのまま荷物受け取りに置いて出てきてしまって、その中にメダル入ってました。でも日常逆に
今回のオリンピックっていうのはリキちゃんがものすごく忘れ物が多かったので、その忘れ物が多い時っていうのはリキちゃんがすごくスケートにフォーカスしている時なので、すごく良かった原因もそのリキちゃんの忘れ物なのかなっていうふうに思ってます。龍一くんの強みっていうのは本当にたくさんあって選びきれないんですけど、やっぱりこう一番は本当に優しくて真面目で、本当に心からの言葉をなんだろう、内に秘めるんじゃなくて必ず話してくれる、そういったところが強みかなって思うのと、弱点というか、それは本当に真面目な分、その分のこの追いやすいか、本当になんか重荷っていう、ちょっと真面目すぎて、そのやっぱり自分で言う真面目すぎて少し考えすぎてしまう。もっとポジティブになればいいのに、その全部その真面目すぎて考えすぎて全てをこう追い込みすぎてしまう。受け止めてしまうところがある。だからそれを私たちコーチ陣とかがサポートねしてうまくいってるよね。そうです。司会の方から一つ質問させていただきます。非常に長年の努力の後に、今成功されているということだと思うんですけれども、4年後のオリンピックにもまた出られるのでしょうか。今の予定はありますでしょうか。正直オリンピックが終わってから自分たちでしっかり話をする時間も取れなかったですし、自分自身と話をする時間もなかったので、正直今将来のことが正直全く考えられてない状況っていうのが今の正直な気持ちです。ちょっとカップル競技ならではの難しさで、やっぱ今回もドイツの代表にロシアの方がなってたりとかして、やっぱり本当に2人のような関係のあるパートナーを見つけられなかった時、みんな日本の場合過去に海外の方と組んだりとかもされてましたけども、お二人が二重国籍を認めてない日本ではお二人がどうこうできることではないんですけれども、やっぱ若い子たちが本当に信頼できるお二人のパートナーを見つけるために、やっぱ小さい頃から組むのがいいのか、やっぱりその国籍の決断を迫られる状況にあるっていうのはどういうふうに考えたりされているのかってことを教えてください。My name is Hara of Nikkei Asia. There is quite a challenge, of course, within pair skating for finding a suitable or a good fitting partner as well. Particularly in the case of Japan, which does not have dual nationality, we are seeing examples of athletes who partner with skaters from other countries, sometimes also skating for a different country, changing nationality and so on. So that challenge in being able to find the suitable partner for yourself, and particularly from when you're a young age as well, how do you see this issue, including also the very challenging decision regarding nationality or such issues as well? そうですね、本当に私たち、私自身もそのジュニアからのペアはスタートだったんですけど、やっぱりカナダで練習していて、そのチームメイトにノービスのペアであったりとかいらっしゃってて、やっぱりその幼いうちからペアを経験できるその環境であったり、そういうのは本当に羨ましいなというふうに私自身も思っています。その国籍問題、いや正直すみません、あまりいい答えがちょっとわからないんですけども、やっぱりその若いうちからペアを触れるっていうのはすごく素晴らしいことですし、将来的にすごくいいのかなっていうふうには思います。ただちょっと国籍の方はちょっとあんまりいい答えがすみません、今ちょっと浮かばなくてすいません。競技と直接関係ないんですけども、今回移動で日本に来る時とか、その他競技で飛行機の中に乗ってる時ってアスリートの方はすごく普段は体を動かしている一方で、飛行機の中ではすごい固まったようになってしまうと思うんですけども、それをどういうふうに解きほぐしているのかというのをちょっと伺えればと思います。どうぞよろしくお願いします。そうですね、私は結構飛行機の中ではずっと寝れるタイプなんですけど、やっぱり木原さんから良くないよっていうふうに言ってくださって、数時間おきに動きに行きなさいっていうふうに声かけが来ます。そうですね、数時間おきに起こしに行くんですけど、基本的に寝てるのであまりなんか嬉しそうな顔はされないんですけど、でも一緒にトイレのところ結構スペースあるじゃないですか。そこでストレッチを2人でしてます。And so he said, well, because I'm going and waking her up every. Who has the hardest job in pairs, the man or the woman, and why?
戦争が起きる戦争が次はオンラインの方の質問で、ペアの中で最も難しい役割は男性なのか女性なのか、その理由を教えてください。一生決まらないですここれはれ。ね Her answer is, if we start, this will end up in a war. We cannot ever answer this. どっちもいやこれは今多分これを答えてしまうと多分また喧嘩が始まってしまうのでここでは言い合いになっちゃうお答えできないんですけど If we どっち answer, も we'll 大 start. 変。まあどっちも大変だしお互いのそのパートをすごくリスペクトしてるっていうのが正直です。お二人は本当に最後の試合の方でも本当に涙をしながら泣きながら取り組まれていたんですけれども、日本人は世界ではその極限のストレスの中にあっても感情をあんまり出さないということで知られているというふうに言われてもあります。ですがお二人はストレスの中でも非常に自信を持ってその強くいられるということがあると思うんですけれども、そのストレスの中でどういうふうに乗り越えていくのか、そしてストレスを通じてどういうふうにご自身が強くなっているということもしあれば教えてください。そうですね、やっぱり本当にたくさんの素晴らしい選手の中で試合をさせていただく機会が多くて、本当に毎試合毎試合簡単ではないというふうに自分たちも思っていて、やっぱりその中でいかに自分たちができることを試合で出せるか、本当にその毎試合の積み重ねが今大会につながったのかなっていうふうに思ってます。今回その極限の状況の中で自分たちが乗り越えられたっていうのはやはりその日頃から自分たちが積み上げてきた練習にやはり自信を持っていたので、やはり最後に追い詰められた時にその自分たちのやってきたことを信じられたっていうことが大きかったかなっていうふうに思いますし、その極限の状況でやっぱり乗り越えるにはその日々の積み重ねが大事なのかなっていうのは改めて思いました。お二人は常々日本をペア大国にしたいというふうにお話しされているかと思うんですけれども、このオリンピックでフィギュア熱が高まっている中、これからペアを始めようと思っている方とか興味を持っている子どもたちに何か伝えたいメッセージはありますか？そうですね、本当にそういったお言葉をいただけて本当に私たちはそれを目標にやってきていたので本当に嬉しいです。やっぱり興味を持っていただくこと自体本当に難しかったので、なんだろうな、私たちがその場を設けられるようになれればなっていうふうに心から思ってます。あとは本当に怪我がないようにペアにトライしてほしいなって思ってます。そうですね、やっぱり自分たちの夢は日本をペア大国にするっていうことが目標で、今までっていうのはなかなかそのペアっていうのはハードルが高く感じてしまう方っていうのはたくさんいらっしゃったかと思うんですけれども、まずもし少しでもペアに興味を持っていただけたんならなんだろう、とにかく挑戦していただきたいなって、難しく考えずに身長が高いから私できないや、私ちっちゃいからできないやじゃなくて、とにかくもし少しでもペアに興味を持っていただけたら近くにいること、手をつないで滑るだけでもペアになるので、もし投げたかったらとか今怪我だちっけはちゃくね投げた怪我だけはらそれでもペアになるので、もう少しでも興味を持っていただけたらリクちゃんに電話してください。窓口です。窓口になります。3月末に世界選手権を控えられてると思うんですけど、オリンピック後のこの大会はどのような気持ちで臨まれると思いますか？ So at the end of March, I believe there is the World Championships. How are you feeling in this post-Olympic period, looking towards the end of March? 正直世界選手権、オリンピック終わってからまだしっかりと自分たちと向き合う時間がなかったので、世界選手権がどうなるかっていうのは出場できるのかっていうのは正直今は分からない状況なので、今回どういった気持ちでやるかっていうのはまだお答えできない状況です。すいません。To be honest, since the Olympics, 金メダル獲得後お二人の仲の良さっていうのが非常に話題になったかと思うんですけれども、獲得された後に何かご褒美として2人で何か取り組まれたいこととかやってみたいことがあるかどうか教えていただきたいです。よろしくお願いします。first of all, congratulations. Since achieving the gold medal, there's been a lot of attention, of course, on how close you are as a pair and the two of you. Since achieving this, is there anything that you're planning to do with the two of you as a kind of treat or celebration for yourselves together? 何かやりたいことある？ Anything you want to do? ちょっと休息がFirst of all, we just need some rest. 確かに。やってみたいこと、
something we want to try? リクちゃんとキャッチボール。 To play catch with Riku-chan. Sounds good. Or go see the WBC games very shortly. Yeah. All right. We are so honored to welcome with such proximity to the Olympics our two guests today. You could call this the FCCJ Kiss and Cry. We don't have gold medals or silver medals to give you, but we have a one-year honorary membership for you both. And we hope you come back and win on whatever occasion is appropriate. You're always welcome at our club. Thank you both for. ありがとうございます。 Do you want to wear your medals or too heavy? Just yeah, Keaton Duckett. 金だけ。金だけ。はい。 All right. First, Fiora-san, thank you so much. And handshake, I guess. Yeah. Arigatou gozaimasu. And again, thank you so much. Cheers. And if everyone would remain seated, our guests will leave. Again, a big round of applause. 皆様着席のままでお願いいたします。 Enrico-san, don't forget your silver medal. はい。はい。ではご案内いたしますので、そちらの袋も。はい。 Thank you so much. ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you all for being a great audience, great questions. Come back to the club anytime.